ヒドゥンゲームス JP。 レオです。ポンです。今回はなんとね、大人気の新世紀エヴァンゲリオンのセガサターンの専用ソフトが実はあるんですけど、知ってます？セガサターン？だいぶ古くない？そのソフトを、今回やっていくんですけど、これ、なんと、オリジナルストーリーなんですよ。いいね。テレビでやってないんだね。そう、やってないんだけど、設定上は、テレビアニメの8話と9話の間に位置するストーリーらしいんです。日本のアニメって結構人気があるから、我々のチャンネルでは、この日本でしか売られてないゲームを、皆さん、海外の皆さんに発信していこうと思います。すげえいいんじゃない？じゃあ、早速、やっていきましょう。やっていきましょう。倒さなきゃ。気をつけて。奴の能力は未知数よ。はい。僕は誰だ？スキャンでは外的損傷は見当たらないわ。脳挫傷、脳内出血もなし。ほとんど無傷と言っていいわね。じゃあ何が問題なの？記憶喪失？まだ決まったわけじゃないけど、表面上はそれと同じ症状が現れてるの。じゃあどうすんのよ。サードチルドレンはこれでお役御免ってわけ？なわけないでしょ。でも今まで以上に役に立たないんじゃね？ただの記憶喪失ならまだいいわ。どういう意味よ？あくまで推論だけど、例の使徒の攻撃パターンを解析していて気づいた。使徒の攻撃は消極的にも見えるわ。AT フィールドを打ち消しながらの接近戦よ。その気になればもっと効果的な攻撃を加えることもできたはずだわ。もうへったくそな操縦ね。黙って見てなさい。へえへ。ここを見て。この奇妙な発光現象。この後シンジ君は意識を失った。そう、まるで光に生気を吸い取られたように。生気？いやらしい。バカね。でも正気だなんて律子先生のお言葉とも思えない科学的なご意見ね。知ってる？こういう言葉。極度に発達した科学は魔法と見分けがつかないって。何よそれ。クラークの第三法則。まして人間の精神については私たちはまるで理解しきれていないのに。で、シンジ君の記憶が吸収されたとしてその目的は？それが分かれば苦労しないわ。ともかく今はシンジ君をどうするか。そう、それが私たちの問題ね。聞こえる？シンジ君。でもこれは何なんですか？初号機のシミュレーターよ。エヴァの2号機が仮想敵になっているわ。初号機？シミュレーター？ゲームみたいなものなんですか？そう思ってもいいわ。街を一つ丸々変えるだけの予算をつぎ込んだ贅沢なゲーム機だけど。これで僕に何をさせようって言うんです？戦ってもらうの。戦おうって？覚えてないかもしれないけど、あなたは最初の戦闘で曲がりなりにも初号機で敵を撃退したわ。記憶じゃないの。要は戦う意志とエヴァーとの相性よ。それを見せてほしいの。わかりません。エヴァって誰です？戦ったって僕がですか？行くわよ。はい、戦闘モード入りました。何これ何これ。これね、俺もちょっとうろ覚えなんだけど、この今スロットがあるじゃない？はいはいはい。で、今、白が2枚だったじゃない？はい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 。そうなると、相手の
白が2枚以上だと相手の攻撃になっちゃうんですよ。あ、なるほどね。で、今、初号機は防御ターン。はい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 。なるほど。で、逆に、さっきの紫の、カードが2枚以上だったら、初号機が攻撃ターンに入れるんですよ。はいはい。数が多い方が攻撃になる。そうです、そうです。はいはい。で、今、右左に見えてる、初号機と2号機の絵があるんだけど、初号機も若干上が灰色で、今メーター減ったじゃないですか。もうめっちゃやられてるみたいな感じこれがもう HP なんですよ。はいはいはい。だから足の先まで灰色になった方が負け。やられてますね。そう、ちなみに今2号機はマックス HP マックス状態。強いんですよ。そうで、これで攻撃になるわけです。はいはい、多かったからね。そう。で、これちょっとね、うろ覚えなのよ。だいぶ前にやったから、このゲーム。近いとか遠いとかあるんだけど、確かね、それはね、相手の、ムービーというか、相手の写真を見て、近いのか、遠いのかを判断して、近距離か遠距離かを選びます。で、攻撃方法も選びます。攻撃方法。さっきのそうだね。左下にあった、銃なのか、ナイフと、パンチなのか、そう。こんな感じで選んで。これ近距離ね。なるほどなるほど。はいはいはい、わかりました。こんな感じで相手にダメージを食らわせていきます。で、ちなみにこの謎の 3D 移動画面なんだけど、これは赤いところに止まっちゃうと、シンクロ率が下がるらしいんです。マイナスなことだね。マイナスになっちゃう。でも逆に水色のところに止まると、シンクロ率が上がる。なんかもうマスゲーみたいな感じで。そうだね。マスゲーのような感じ。まあ、シンクロ率が上がったからなんだって言われると俺もちょっと説明は難しいんだけど、赤いところに止まらず、青いところに止まりましょうっていう。青の方がね、良さげな、雰囲気はね。だいぶ体力が逆転してんじゃん、今。そう、だいぶ減らしましたよ。ただね、このチュートリアルは、どう頑張っても俺勝ったことないんで、多分、負け確定ゲーなんですよ。そうなんですね。そう。今回は攻撃できてんだけど、いや、マジであれじゃない？逆にやられちゃうっていう時も、選択肢ミスったりすると、こういうことあり得るんで。今みたいなね。そう、今みたいな。カウンター食らうっていうこともあるんで。はい、なるほど。難しい。意外と難しい。アクションゲームじゃないけど。見てる限りめちゃめちゃ難しいけどね。むずいよ。めちゃめちゃせかされるしね、周りのタイムみたいな。これ完全に今もう防御になっちゃうから、相手の絵の、これデンジャーで右から来るってことね。右から来ます。はい、なるほどなるほど。なんで右を選んで、かつ遠距離の防御をしないとダメージを食らうという。相手の攻撃が銃とか、そういうの遠距離系の攻撃だったら AT フィールドありみたいな感じのイメージなんですね。そうです。はい。それをこの一瞬の、3、4秒の間に見極めて入力をしていかないといけないっていう、この、結構いわゆるムズゲーですよ。短いんですよ。短いんですよ。今同点ぐらいだから。そう、同点ぐらいだから。今いけるか。これ遠距離ね。これ遠距離です。で、食らわせましたよ。食らわせました。いいよ、してるよ。あんまり食らわないよね。そんなに食らわないんだよ。勝った試しないからね、マジで。全然食らわない。とりあえず青に戻って、シンクロ率を上げて、これで多分大事なんだよ、シンクロ率ね。ダメだ、これは。来た。攻撃、ここ大事。これはもう防御ですね。もう右選んで、なるほどね。今のは AT フィールドありじゃなきゃダメだったんだね。そうなんです。なるほど。勝てないんです、これ。どうすんのよ。こんなのが相棒じゃ勝てる戦いも勝てやしないじゃない。記憶はなくても体は覚えていると思ったんだけどな。当たり前じゃないですか。こんな見たこともない機械で戦えなんて。いいわ。ひょっとしたらふとしたきっかけで記憶を取り戻すかもしれない。アスカ、レイ、シンジ君を学校に案内してくれない？学校？なんでよ。しばらく戦いから遠ざかって日常生活を送ってもらうのもいいかもしれないわ。要するに厄介払いってわけね。アスカ、何よ、本当のことじゃない。今は失われた記憶を取り戻すのが先決よ。はい。学校って僕は。あんたそんなことも忘れちゃったわけ？じゃあ彼女のひかりちゃんのことも覚えてないの？彼女？僕に彼女が？デタラメよ。
いいじゃない、こういうのも記憶を取り戻すいい刺激になるかもよ。彼女ひかりちゃん。そういえばなんだか聞き覚えがあるようなないような。ね。はーい、ここがあなたの学校。そうなんですか。ま、肩の力を抜いて学校生活はエンジョイするのね。ふとしたきっかけでなんか思い出すかもしれないし。だといいんですけど。もう新規臭いわね。さっさと行くわよ。じゃあね、シンジ君。行くの？行かないの？お、イカリやんか。3日も休んでどうしてたんだよ。ああ、毛がないみたいやな。頭には毛があるのに毛がないとはこれいかになんつって。お前それ10億年前の逆や。お釣り10億円。お前は近所の八百屋のおっさんか。必殺飛び込み。これは失礼しました。ちょっと外してもうたかな。君たち誰だい？はあ？それ新しい芸風か？そうじゃなくて。無駄よ。え？その子ね、ちょっとしたことがあって記憶なくしちゃったの。それじゃあ記憶喪失？かっこいい！はあ？絶対にかっこいいぜ。記憶喪失なんて。そりゃドラマの主人公みたいやん。ちょっとあんたらね。なあ、太陽はどっちから昇る？1+1はなんぼや。記憶喪失ったってつい最近のことばかりだよ。太陽は東から昇るし 1+1 は2だ。そんなことはわかるのに俺たち親友の顔は忘れてしまったのか。おいおいおい。アホくさ。ともかくシンジのことよろしく頼むわね。あんな薄情な女はほっといて。いざという時に頼りになるのは固い友情で結ばれた男同士さ。嘘。本当の記憶喪失なの？なんか小説みたい。そうなのよ。シンジ君から私と交わした熱いキスのこともすっかり忘れてて。そうだったの？大胆。でもそんな大事なこと忘れるなんてヒカリ君って最低。不潔だわ。イカリ、お前はクラス一のコメディアンで毎朝みんなを笑わせてったやろ。僕が？せやん。そんなことも忘れたんか？こんにちは。はじめまして。なんか僕クラス一のお調子者だったらしいけど、これから心を入れ替えて真面目になるから、今までのことはみんなも綺麗に忘れてほしいなーなんて。何よあの態度。あれじゃあアスカがかわいそうよね。もしかしたらわざと記憶喪失のふりしてんじゃないの？そうよ。責任取るのが怖くなったのよ。アホ！今さらお前がマジになる言うて誰が信用すんねん。変なこと言うと親友の俺たちまで評判落ちちゃうじゃんか。やっぱお調子者で通さなきゃダメかな。とりあえず文化祭も近いことやし、早速放課後特訓でもしようか。文化祭？そう、来週の文化祭で俺たち地球防衛バンドとして出場するはずだったろ。そうだっけ？さあさあさあ、よし、イカリの記憶を取り戻すためでもある。放課後にいつものように特訓だ。そやな、イカリのためや。イカリのやつどうせ反対してたことなんか忘れてるしな。越後や主も悪よの。何のお代官様こそ。イカリ君？君は？そっか、記憶喪失だったのね。私クラス委員のホラキヒカリよ。光？その僕はち
ちょっと話があるの。来てくれないかな。僕らそんな関係なんだっけ？ちょっと待てや委員長。怒りはこれから俺たちと練習なの。文化祭まで時間がないんや。これから寝る間も惜しんでもうとっくんじゃい。少しなの。いい怒りくん。分かった。ありがとう。なんや怒り。裏切り者。友情より色恋を取るんか？そんなんじゃないよ。すぐ行くからさ。練習どこでやってるんだ？音楽室や。分かったよ。で、音楽室ってどこ？ボケかましてくれるわ。話って何？どう思ってるの？とぼけないで。そんな。それじゃあ無責任すぎるわ。無責任？女の子の気持ちをもてあそぶなんて。そっか。僕とひかりちゃんは付き合っていたっていうし、きっとそのことを責めてるんだな。女の子の気持ちって？ごまかさないで。アスカとのことよ。は？ひどいわ、シンジ君。今まで私のこともてあそんでいたのね。はあ？アスカの唇を奪っておいて今さら言い逃れはできないわよ。そんなことしてないと思う。ひどい。記憶喪失だからってそんな大事なことまで忘れるなんて。いや、本当に何が何だか。僕ってモテモテなやつだったのか。説明して怒りくん。ひどいわ、ひどいわ。ベイビーたち、僕のハートが一つしかないことを恨んでもいいけど、僕の前で喧嘩はしないで。美女の争う姿は見たくないのさ。碇くん。アホ。怒り。お前はクラス一のコメディアンで毎朝みんなを笑わせとったやろ。僕が？せやん。そんなことも忘れたんか？どうも。声が小さい。いつもの芸人碇シンジはそんなもんじゃなかったぞ。みんなどうも。シンジ君でーす。あの態度。あれじゃあアスカがかわいそうよね。もしかしたらわざと記憶喪失のふりしてんじゃないの？受けてないぞ。何やっとんねん。芸風の磨き込みが足りんのや。磨き込みが。反省しろ。僕の芸風が。話って何？どう思ってるの？とぼけないで。そんな。それじゃあ無責任すぎるわ。無責任？女の子の気持ちをもてあそぶなんて。そっか。僕とひかりちゃんは付き合っていたっていうし、きっとそのことを責めてるんだな。いきなり何すんのよ！あかん。こんなサウンドじゃワイのイメージしとる地球防衛バンドにならんわ。やっぱボーカルがな。ワイの声じゃ不満か。不満も不満。やっぱパンチのある女の子のボーカルじゃなきゃ。なあ、シンジ。ああ、そうかな。なあ、イカリ。誰かいい女の子いないか？ボーカルやってくれそうな。そんなこと言われても。さあ、こいつは記憶喪失なんやで。
いいアイディアだと思ったんだけどな。アスカさんはどう？アホあんな跳ねっ返り気強うてまとまるもんもようまとまらんわ。でも客は集まるぜ。そらそうやな。よし、セクシールックでやってくれんならわしも大賛成や。セクシールック？よし決まった。責任持って連れてきてくれたまえ、イカリくん。僕がセクシー路線中点ちゃんと説明せえよ。とは言ったものの大丈夫かな。僕の部屋は確か。それにしても変だな、自分の部屋を探すなんて。おかえり。買い物してきてくれたのね。こんばんはじゃなくて。ただいまでしょ。どうだった学校？なんだか初めてのことばかりで。いえ、本当は初めてじゃないんでしょうけど。楽しい？まだわかりません。楽しめるなら今のうちに楽しんでおいた方がいいわ。例の人がいつまた行動を再開するか。そうなんですか。ほとんどダメージも受けていなかったのに何の痕跡も残さずに消えてしまったのよ。裏があると考えた方がいいわね。そうですか。ダメかもしれないとか言われちゃって。おはよう。どうしたのよシンジ。アスカさんに頼みがあるんだけど。なんでこの私が裸にならなきゃいけないのよ。あちゃおはようイカリくん。ああ、おはよう。昨日は付き合わせちゃってごめんね。いや、いいんだよ。誤解も解けたし。それより委員長に頼みがあるんだ。私に？うん。私にできることだったら。何よ。最高にわ。委員長にこんな才能があったなんて。アスカのボデーも捨てがたかったんやけどな。いやー、ほんと最高だよ委員長。これで完璧やな。地球防衛バンド。これもみんな委員長のおかげや。別にあんたたちのためじゃないわよ。そんじゃ誰のため？そんなのどうだっていいじゃない。それより時間がないんでしょ。さあ練習よ、練習。なんか怪しいな。そうかな。ま、いっか。予定通りというかなんというか、委員長とシンジがいい仲になったのはいいんだけど、なんか納得いかないのよね。これじゃあ私がただの愛のキューピッドみたいじゃない。アホくさただいま第三新東京市全域に非常警戒態勢が発令されました。学校に残っている生徒は速やかにシェルターに退避してください。 Thank you for watching!